皆さん、こんにちは。今日はドジャースのオフシーズン初動についてお話ししますよ。エリーザー、アルフォンゾ・ジュニア、星とのマイナー契約が話題です。親子2代の縁もあって、面白いですね。早速、詳しく見ていきましょう。ドジャースの戦略が垣間見えます。ドジャースは10日、日本時間11日、エリーザー、アルフォンゾ・ジュニア、星とマイナー契約を結びました。米ニューヨークポスト紙のジョン・ヘイマン氏が伝えています。アルフォンゾはベネズエラ出身の26歳です。2017年に国際アマチュアでタイガースに入団し、9年間在籍していました。今季は初めて AAA に昇格、8試合で打率219、0本塁打、3打点、OPS619 を記録。マイナー全体では52試合に出場し、37安打、打率281、1本塁打、OPS718、19盗塁をマークしています。父親も保守で、メジャー6シーズン193試合に出場、2013年にドジャースとマイナー契約を結んでいました。これで親子2代がドジャースに在籍することになりますね。決闘の物語がファン心をくすぐります。ワールドシリーズ連覇を成し遂げたドジャースは、このオフも積極的に補強を進めそうです。マイケル・コンフォートが FA となり、外野やリリーフの強化が報じられています。この契約でダルトン、ラッシングがトレードの駒になるかも。星はもう十分だと思うけど、こういうマイナー契約はチームの保険みたいな役割を果たすんですよね。スミスが正捕手、オースティン、バーンズがバックアップ、ダルトン、ラッシングが有望株と重なりはあります。でもシーズンは長丁場、怪我のリスクもあるし、常に育成用の捕手を確保するのがドジャースのスタイルです。今季の AAA 捕手層は薄かったんです。組織全体で捕手の数が不足気味だったのかもしれません。アルフォンゾは経験豊富、若手投手の育成でリード役として活躍しそう。ただのキャンプ要員じゃなく、しっかりした役割がありそうですよ。スプリングトレーニングでは捕手がたくさん必要。アルフォンゾの9年プロ経験はピッチャー玉受けにぴったり。ドジャースはデータ分析で捕手を多く抱える傾向があります。投手を支える裏方の仕事ですね。父親がドジャース経験者という決闘ストーリーも、球団好み、性格やリーダーシップを評価した契約でしょう。長期的に保守層を維持する意図が見えます。ファンが思うほど控え層は安定しないんです。ウィル・スミスとバーンズは打撃に不安定さあり、ラッシングは守備が課題です。今のうちに堅実な保守を置いておく。アルフォンゾのマイナー実績は安定した打撃を示しています。春季キャンプでピッチャー玉受けをメインに、ブルペンキャッチャー的な立場になるかも。親父さんもドジャースにいたなんて、面白い縁。ストーリー性のある補強はファンも喜びます。ドジャースのやり方は抜かりない。メジャーだけでなく、AAA や AA まで層を整えます。保守補強と聞くとトレードの予感。でもこれは組織整備の動きだと思います。地味だけど大事な一手。ダルトン、ラッシング放出の布石の可能性もゼロじゃない。ドジャースは捕手を育てて売るのが上手。スミスが長期生捕手として君臨しています。ラッシングの価値は今オフがピーク。投手や外野補強の交換要因になるかも。アルフォンゾ獲得はその穴埋め準備のように見えますね。ラッシングがトレード候補でもおかしくない。ドジャースは有望株を惜しまず動かします。スミス、バーンズ、ラッシングでメジャーは回せます。アルフォンゾがマイナーを支えれば体制 OK。大きなトレードに向けた布石がための一環ですよ。ラッシングは打撃型捕手で評価高いけど、スミスの存在で出番限定的。ドジャースが大型トレード狙うなら、トッププロスペクトは狙われやすい。アルフォンゾを取ったのは、もしもの時の捕手不足回避の布石かも。タイミングが妙に合うんです。オフ序盤で捕手補強、外野リリーフ強化の報道。主力プロスペクトを動かす準備段階。ドジャースの編成は常に先読みです。アルフォンゾ契約はラッシング放出を想定した安全策っぽい。個人的にラッシングのトレードは現実的。スミスいる限り、即戦力投手獲得を選びそう。捕手の穴を埋める契約なら、球団はもう次の手を決めている可能性あり。静かに動く感じが、いかにもドジャースですね。オースティン、バーンズの今季打撃はできすぎという声も、維持できる保証なし。ラッシングの将来性はあるけど、守備とリードは荒削り。そんな中、アルフォンゾみたいな経験ある捕手をマイナーに置くのは賢い。スミスを DH で休ませる日を増やしたい、穴埋め要員の確保です。バーンズは波のある選手、スミスもシーズン同士で出続けるタイプじゃない。
控え捕手の安定が超重要。アルフォンゾは打撃地味だけど守備リード信頼。スミスを DH で出す時の第3捕手としてマイナー待機の狙いありそう。捕手ポジションは消耗激しい。ウィルとバーンズが不調時、アルフォンゾが大きい。9年プロ経験は伊達じゃない。投手陣との信頼築きに役立つ。ドジャースはリスク分散を徹底。バーンズ頼みすぎず、ラッシングじらせず、スミス負担軽減。この3つを考えてのベテランより補強、自然な流れです。表向き地味だけど、計算された一手。多分スミスの DH 出場を増やすつもり。そうなると第3捕手の重要度アップ。不調時の即戦力確保がアルフォンゾ。静かだけどシーズン見据えた補強。ドジャースは保守層を厚くしたい。スミスは国士ポジションの筆頭。休ませつつ打撃維持に代役必要。バーンズの打撃が機能しなければスミス無理使いに、そうならない安全策。バーンズは1年サンプル。来季相手がデータ集めて厳しくなる。保守層を厚めにしておく戦略当然。アルフォンゾで競争を生む狙いも。ラッシングは打撃目立つけどキャッチングリード課題。投手陣レベル高いから対応難。経験豊富なアルフォンゾがいると安心。選手をじらせず育てられる環境。スミスの疲労管理は毎年課題。打撃切れ落ちるのは負担重いから。DH 機会増やすなら守り任せられる控え必須。アルフォンゾは守備やステー系。表向きマイナーだけど、緊急昇格候補の位置づけでしょう。スミス怪我したら星すぐ不足。バーンズ一人じゃ回らず。ラッシング無理上げリスク。保険としての補強、チーム底上げのタイプです。スミスの絶対的存在だからこそ、代わり任せられる人材キープしたい。バーンズいいけど守備安定に並み、アルフォンゾ控えでスミス休ませやすく。チームにとってかなり大きい、発信度の重要性を再認識しますね。それでは、X でのコメントを見ていきましょう。ドジャースのアルフォンゾジュニア、獲得、親子2代の縁がいいね。決闘ストーリーが球団のファンサービスにぴったりだわ。スミスの負担軽減に役立つかも。保守層を厚くするのは賢い選択。シーズン長丁場で怪我リスク回避だよ。ラッシングのトレード布石か。打撃型だけどスミスいるし、投手補強の駒に使うなら今オフがチャンスだな。マイナー契約なのに計算尽くし、ドジャースの編成部はいつも先読み上手。ファンとしてワクワクするわ。親父もドジャース経験者って、ただのネタ補強を、実力よりストーリー優先で笑えるよ。球団のマーケティングかよ。保守もいっぱいなのにまた一人追加。ドジャースは金余ってるのか。そう厚くしすぎて腐らせないでくれ。アルフォンゾの19盗塁。意外に足速いな。守備堅実で若手投手のリードに期待。育成面で価値ありそう。バーンズの打撃ができすぎだったし、不調時の保険か。地味だけど必要な動き。ドジャース流だね。ラッシング放出準備。有望株打って即戦力取るパターン。ファンとしては寂しいけど優勝のためなら仕方ないか。こんなマイナー保守で大騒ぎ。ドジャースの補強って過大評価されすぎ。結局メジャー上がれないだろう。皆さん、このチャンネルでドジャースの最新情報をお届けします。チャンネル登録と通知オン、よろしくお願いします。